街が見えてきましたね。アニータさん、大丈夫ですか？はい、さすがに疲れました。ずっとあの部屋の中だったもので、こんなに歩いたのは初めてです。これからのことを話し合うためにも、どこか落ち着ける場所に行きましょう。では改めて自己紹介させていただきます。私の名前はアニータ、ブランドルの娘です。父は時を超えるための理論を使い、私にその能力を与える実験を行いました。そしてその実験から完成された技術を兄に施しました。つまりシュバイツァーの方が完成されているってことか。はい、私も単独で時を超えることができますが、そのきっかけを薬に頼らねばなりません。ですが兄は何にも頼らず、己の力だけで時を超えられます。そしてそれらの結果をもとに、あなた方にも手術が。それじゃあ私と彼にはどんな手術が？単独で時を超えても一人で歴史を変えることはとても難しい。そこで随行者を連れて行けるような技術をこの方を使って研究していました。その技術をもとに開発された自供浸水晶、ウェンディさんにはそれが埋め込まれているのです。ルキアスさんはその水晶をお持ちですね。ひょっとしてこれか？前にモノポリス社の紙幣が死ぬ時にくれたものだけど。その水晶が私の中に。だから私も過去に行けるんだ。これから何度過去に戻ることがあるか分かりませんが、時を超えるということの危険性を説明しておいた方が良いでしょうね。そうね、お願いします。時を超えることは万能ではありません。かなりの危険を伴います。まずはじめに、同じ時間帯に2回行くことはできません。影響の規模によるので、具体的にどれくらいの時間帯に行けないとは言えません。ですが、もし過去を変えられなかったら、もう諦めるしかないと思ってください。これは時間自身の持つ耐性と言えるでしょう。一発勝負ってことか。俺も気になってたんだ。一度俺たちに妨害されても再度同じことをしなかった理由が。二度はできないからやりたくてもできなかったのか。次に戻れる過去の限界はその人が生まれた日までです。それはその人の存在の限界と言えるかもしれません。それは私たち妖精も同じですね。自分が生まれる以前のことは知ることができませんから。ただし例外的に自分の生まれる前に行くことも不可能ではありません。それはどうするのですか？同行する人たちの中で一番年長者の生まれた日、これが限界となります。だから20歳の人でも40歳の人と一緒に時を超えれば最大40年前まで戻れるということです。ホフマンさんにお願いすれば30年前までは戻れそうだね。最後にこれが一番重要なのですが、過去の自分には絶対に近づかないでください。もし
過去の自分と出会ってしまえば。それは危険ですね。もし出会ったらどうなるの？例えばウェンディさんが1年前に移動したとします。その時代では今のウェンディさんは本来存在しないはずの人です。簡単に言えば1年前の時代では1年前のあなたの方が本物、未来から来たあなたは偽物ということになるのです。偽物は本物に勝てません。時は本物の存在を守ろうとして偽物を消すでしょう。それって未来から行った方が死ぬってこと？生物的な死ではありません。存在的な死です。過去に移動するということは、時を騙して過去に居残ること。同じ場所に同一の存在がいることを時に気づかれれば、時は間違いを正すため両者を融合させて一つに戻そうとします。その結果、偽物は本物の中に吸収され一人になります。そしてここに最初の注意点が適用されます。最初の過去に行くのは一度きりってやつか。はい、過去の自分と融合した結果、そのものは時を超える資格を永遠に失います。つまり過去の自分の中で過去の存在として生きることになるのです。過去に置き去りってことか。自然に逆らうっていうのはずいぶん厄介だぜ。そうですね。それで私が力を使うのはどんな状況でしょう？私の兄、レジスタンスリーダーのマクスウェルがヤーステル特別収容所で自害しました。リーダーを失ったレジスタンスは統制が取れず、ただのテロリストと化しました。だから。なるほど。その人を助けるわけですね。わかりました。私をその収容所まで連れて行ってください。でも本当に良いのですか？時を超えるということはあなたの体に負担を。それにモノポリス社にとっては不利益になります。父は変わってしまいました。あの様子はまるでおじい様が乗り移ったかのようです。今度は私の方から質問させてください。あなた方は父が変わってしまったということを知っているような口ぶりでした。知っていることがあるならぜひ教えてください。そうでしたか。侵略者インフィニトーの。これで全て納得できました。私は時を超える力を得たためか、たまに未来が見えることがあります。その未来の中には、父がこの世界を消し去ってしまうというものがありました。多分、このままの歴史を歩めばそうなってしまうのでしょう。それは絶対に許されないこと。唯一、その未来を不安定にさせる要因があなた方なのです。あなた方ならば、破滅的な未来を消し去れるかもしれない。それが私があなた方に力を貸す理由です。そのためならば私は命など惜しくありません。アニータさん、ありがとうございます。だけどあなたを死なせはしないわ。私たちを信じて。はい、お任せします。それじゃまずはマクスウェルを助けにヤースティル収容所だな。あ、お客さん、
ちょうどよかったです。先ほど使いの人が来て、本社前で待つと言ってましたよ。本社前ってモノポリス本社？でも待つって誰かしら？そうですな。チョコレートの人といえばわかりますかな？本社前で待つでしたね。危険だけど行くしかないわ。モノポリス社の人にバレたら終わりだから気をつけていきましょう。お天気ですね。わかりませんか？私ですよ。まさかおばさんに化けてるとは思わなかったわ。今のところミコ殿はこの中です。私が見張っていますので、皆様は目的を果たしてください。とは言ってもどうやって収容所に行けば？理由はわかりませんが、収容所に行きたいのですか？ならばそこから定期的に物資を運ぶ船が出ているそうですが。船か。ありがとう。本当にいいお天気ね。船ってあれよね。あの船が収容所に物資を運んでいるみたいね。船に忍び込んだって収容所に入るときにバレるぜ。変装したって入れてくれそうにないし。そうだな。収容所に出入りしてもおかしくないものにならないと変装の意味がないだろうな。捕虜に化けたら？中には入れるだろうが、牢に入れられて出てこられないだろうな。あ、そうか。この木箱に隠れて忍び込むんだね。よっしゃ。こういうのってなんだか楽しいですね。アニータさん、どうしてここに？忍び込む木箱の数が増えればそれだけ見つかりやすくなりますから。というのは建前で、単に一緒にいたかったからです。私、アニータさんの印象を改める必要がありそうです。まさかこれほど大胆な方だとは思いもしませんでした。私もまだまだ人間を理解できていなかったようです。そうでもないですよ。これでもなけなしの勇気を振り絞っているんですから。
それはどうしてでしょう？それは記憶を取り戻してほしいからです。せめて私と一緒の時を過ごしたあの10日間だけでも、本当はあなたに全ての記憶を取り戻してほしいですけど。その10日間に一体何があったのでしょう？無理にとは申しませんが。構いません。記憶を取り戻してほしいのは私の方ですし。ですが実際にはほとんど何もなかったのです。お父様が変わってしまったあの日から、私は実験のためだけに生かされていました。もう死んでしまいたいと何度も思いましたが、死なせてはもらえませんでした。そして数年が経つ間に実験はひとまず成功し、私は過去に戻れる能力を得ました。そしてある時、父があなたを連れてきたのです。父ということは総帥のブランドルですね。総帥が勇者様を？詳しいことは知らされませんでしたが、あなたの世話を命じられました。理由は時を超える能力をあなたにも身につけさせるため。そういうことだったのですか。当時の私は生きる希望を持てない、今思い出しても嫌になるほど暗い女でした。その私の辛さを聞いて生きる希望をくれたのがあなたでした。一緒にいたのはたった10日間だけど、その10日間で私は生まれ変わった。だからあの日のことをあなたにも思い出してほしかったんです。10日間で人の生き方を変えてしまうとは、勇者様はすごいお方ですね。きっと人にはない生き方をしてきたのでしょう。その中でも私が気になるのは、あなたが胸の傷を見るたびに見せたあの辛そうな表情です。あれは傷の痛みではなく、その傷を負った時のことを気に病んでいるようでした。私は自分のことをあなたに聞いてもらって救われました。だから今度は私が救ってあげたかった。ですが手術を終えたあなたはそれ以前の記憶を失ってしまった。アニータさんは恩返しをなさりたかったのですね。恩返しですか。そんないいものではありません。私のこの気持ちは私のエゴです。エゴですか？正直に申しまして、私はあなたが好きです。あの10日間で恋に落ちました。私に興味を持ってほしい。だからあの10日間を思い出してほしい。そんなエゴです。アニータさん、偶然の10日間なのにこだわる私って変ですよね。アニータさん、その10日間は決して偶然ではありません。未来に起こることは確定されてはいません。ですが、強い思いで願えばその未来がやってくるのです。そういう意味では未来は必然なのです。難しいですね。簡単に考えてください。強く願えば、そうなるように行動すれば、その未来はやってきます。その10日間があったのは、アニータさん自身が変わりたいと願ったからだと思います。望んだ未来が訪れる。なんだか勇気が湧いてきますね。その通りです。最後まで諦めなければ、きっと道は開けますから。すべて話してしまったらすっきりしました。私が告白したからといってすぐに返事をする必要はありません。断られても受け入れられても作戦に集中できなくなりそうですから、
そうなったら困りますものね。ですが全てが終わったら今日私が言ったことを思い出してくださいね。すごく恥ずかしいですね。今日はもうこの話は終わりです。これからは作戦に集中します。